この新型キャンピングカーで日本のキャンピングカーの歴史が大きく変わるとしています。名前はキャンパー鹿児島タビークス、日本特殊ボディ暁の OEM です。2024年2月に行われるジャパンキャンピングカーショーで初披露予定です。その前になんとグーピーチャンネルで公開させていただけることになりました。ありがとうございます。今日は外装をチェックし、内装をチェックした後に実際に公道で試乗します。このキャンピングカー、何がすごいかと言いますと、ベース車両が新型 B カムです。16年ぶりにフルモデルチェンジしたいすゞ L5 をベースにキャンピングカー専用シャーシや専用の足回りが施された車になります。なんと全キャンピングカーユーザーが待ち望んだオートクルーズがついています。しかも全車速車間クルーズです。これです。メーカーによっては ACC アダプティブクルーズコントローラーとかも呼ばれています。日本のキャンピングカーではメーカーが付けた純正では初めてのオートクルーズです。高速道路で設定すると前の車に追従してくれたり、決めた速度で走行してくれます。要は半自動運転です。オートクルーズがあるかないかで大幅に疲労が変わります。もうキャンピングカーの装備、どんなオプションよりも一番快適になる装備だと思います。そして電動パーキングに急速 AT はデュアルクラッチトランスミッションという駆動ロスの少ない高級スポーツカーと同じミッションです。もうえぐいですね。今までのキャブコンの王道はトヨタカムロードでしたが、これからは B カムに変わるんでしょうか。自分自身も今キャンピングカーに乗っていて、雪国に移住したため4駆のキャンピングカー購入を検討しています。今日は購入希望者として真剣に見極めたいと思います。最後に感じたメリットデメリットもお伝えします。スペックはこちらに貼っておきます。エンジンはディーゼルターボ、乗車定員7名、就寝定員7名、サイズが横 2m× 長さ 5m 以下なので一般駐車場でも止めれるのも熱いですね。価格はまだ決まっていないそうです。新型キャブコンなんで1000万円は超えると思います。キャンパー鹿児島さんに問い合わせしてみてください。まずは外装からチェックしていきます。まずはフロントからです。本当に王道のキャブコンといったスタイリングで、ただ黒のラインなど入ってますんで、ただの真っ白なキャンピングカーではなくて愛着が湧きそうでスタイリッシュな感じがします。こちらがライト系なんですけど、これがポジションランプです。でヘッドライトがあります。で自分気になったのがこのヘッドランプを押した後にがあります。これ雪が汚れついたら洗ってくれるんですかね。一度試してみたいです。このポジションランプ光ったらかっこよさそうですね。点灯してみます。はい、点灯しました。これがポジションランプです。夜はもっとかっこよさそうですね。はい、ヘッドライトもつけてみました。今ハザードもつけました。全部 LED ですね。フロントガラスは UV、IR カットです。長時間の運転では日焼けするので女性にもおっさんにも嬉しいですね。サイドミラーは電動格納式です。反対側も両方電動です。そしてバンクの部分ですね。ここのコーナーが R になっていて空気抵抗を低減し燃費が向上しているそうです。運転席側のサイドなんですけど、まず窓が大きいのが1つあって、あとマルチルームですね。そしてバンクにも小窓があります。タビークスのデカールが貼られています。日本特殊ボディの暁との違いはこのデカールと中の内装の生地色が違うそうです。ここはガソリンになっています。こちらのガソリンが容量60リッターで、アドブルーは10リッターです。その後方にはエアコンの室外機が埋め込まれています。で運転席すぐ後ろ、こちらにハイネスダクトがあります。なんかこれかっこいいですよね。反対側もダクトがあります。こちらはエントランスのドア、ライトなどはないですね。すぐ横にこの車のバッテリーが収納されています。このリアのドアは中の収納につながっています。リアには大きいブレーキランプがついています。こちらのドアもベッド下の収納につながっています。外部電源の入力はこのナンバーのすぐ横にあります。屋根にはソーラーパネル 200W が3台、そしてルーフベントマックスファンが装備されています。両方とも標準装備です。足回りは B カム専用設計でかなり強化されています。まずリアはダブルタイヤです。そしてすごいのが専用のショックアブソーバー、このバネですね。リアには専用のモノリーフサスペンション、この専用のショックアブソーバーとリーフサスペンションで縦るですね。
道路の凸凹などを吸収します。乗り心地にもろ影響してくるパーツです。そしてリアにはスタビライザー、ちょっと目視では確認できないんですけど入っています。スタビライザーはコーナリング曲がるときに左右のロール傾きを抑えて安定してくれます。これ普通オプションで社外品で皆さん強化されると思うんですけど、メーカー純正でキャンピングカー専用に設計されているのがかなり嬉しいですね。ブレーキは前後ディスクブレーキ、排気ブレーキです。参考までにスタッドレスタイヤは約16万ぐらいであるそうです。まずはシートなんですけど、もうすでに社外品をつけたようなかっこよさです。ランバーサポートに運転席はシートヒーターも装備されています。そして前は3名座れます。運転席座ってみてすごいいいなと思ったのが、まずこのステアリング小径なんですよね。大きくてこんな感じじゃなくて、普通の乗用車な感じでステアリングを操作できます。そしてチルとテレスコピック機能ありますんで、いろんな方の体型に合うと思います。こちらがオートクルーズの設定なんですけど、もう親指で押せて視認性もいいんで操作性は良さそうです。メーターもかっこいいんですよね。一回つけてみます。左側にタコメーターで、右側にスピードメーターで、真ん中はいろんな設定ができます。これを押していくと設定できます。めちゃくちゃ機能ありそうですね。こちらが今回の先進運転支援システムの一覧になります。全車速車間クルーズに、あとはレーンキープもありますね。これは全部覚えるまでに半年ぐらいかかりそうです。そのぐらい機能が盛りだくさんです。ルームミラーはネジインナールームミラーです。7インチのセンサーディスプレイはこれタッチパネル式です。シフトはドライブとマニュアルモードもできます。でその後ろ、こちらもすごいのは電動パーキングとブレーキホールド機能です。はい、これ今軽く敷地内で運転してみたんですけど、パーキングに入れると電動パーキングが自動で入ります。でドライブに入れて、でアクセルを踏むとこの電動パーキングは勝手に外れます。これは便利ですね。で次はこのホールド機能なんですけど、押してみます。そうすると光ります。でこれドライブに入れて進みます。でまずはパーキング外れます。でブレーキで止まります。で次なんですけど、これ足を離します。そうするとブレーキがホールドしてくれてます。でこのまままたアクセルを踏むとホールドが解除されて進みます。ということは走行中信号で止まってブレーキ踏みっぱなしにするんですけど、それはもうしなくていいんですね。なので旅はめちゃくちゃ楽になると思います。あとの環境装備としてはアイドリングストップなどがあります。で一番嬉しいのがタイヤ空気圧モニタリングシステムです。これキャンピングカーには嬉しいですよね。そして面白いなと思ったのが、運転者の状態を車が監視してくれていて、居眠り状態になると警報音や最悪停止してくれそうです。これはまさかの事態の時に安心ですね。それではいよいよ内装をチェックします。うわ、白基調なんで広く見えます。そしてこの間接照明がところどころありますんで、おしゃれなホテルに来たようです。レイアウトなんですけど、ここにメインのソファーがあって、その後ろマルチルーム、リアの2段ベッドで、こちらにバンクベッドがある王道のレイアウトです。現在はこのレイアウトのみなんですけど、将来的にはリアエントランスも作る予定とのことです。入り口なんですけど、まずこの靴がここ2足置けます。で上も子供だったら置けそうですね。ですぐ横に下駄箱収納があります。これは靴たくさん置けますね。でこれ取り外せますんで、スノーブーツやハイヒールなどそういった高さの靴も置けます。で収納の反対側にはなんと冷蔵庫があります。その上にはスイッチパネルがありますんで、この車内の照明を消し忘れた時にいちいち靴を脱いで上がらなくても消せるのはいいですね。こちらのソファーには斜め乗車可能です。このテーブル結構大きいんですけど、ここの下のレバー、これを引くとこんな感じで動きます。横にも動くし、こんな感じで奥に縦移動もできます。この背もたれは簡単に外せますんで、ウォークスルーも可能です。運転席とこちらを仕切る遮光カーテンも標準でついています。ソファー下にはこちら FF ヒーターですね。こちら側は電装系が入っています。すごい綺麗に配線されてますね。これは安心です。
で標準でサブバッテリーが 24V の 200Ah です。12V 換算で 400Ah。実際の電圧は 26V ぐらいなんで、ワットアワー換算で約 5000Wh あります。しかも嬉しいのが、このバッテリー、なんと寒冷地用で、リチウムバッテリーは温度低下に弱いんですけど、自己ヒーター機能で寒冷地でも問題なく使えます。オプションで容量倍の 1Wh にも増やせます。こんだけあれば災害時が強そうですね。あと真夏のエアコンも余裕で回せると思います。サブバッテリーはスマホのアプリで見ることができます。容量 200Ah、26V、残量 98% ですね。で、こっち行くと、サブバッテリーの温度も見れます。これは便利ですね。そして伝送系でさらにすごいのが、この新型 B カム走行充電。めちゃくちゃ強力なんです。なんと 24V、90A。ワットに換算すると 100V で 2160W 発電します。えぐいですね。これはマックスなんでここまで発電しないんですけど、半分ぐらいでも十分ですよね。夏場はエアコン常時使えそうですね。走行充電は実際に後で検証してみます。マルチルーム上げてみます。ちょうどラップ本が置けるサイズになっています。上の方にはトイレットペーパーなどが収納できる収納棚、そして窓もあります。ギャレーなんですけど、まずここにシンクがあり、お水が出ます。で、調理スペースはここですね。まあまあの広さがあります。ここの AC コンセントと窓、ここにあるのいいですね。すぐに換気できます。シンクで使うお水はすぐ下、ここのタンクにあります。清水タンク20リッター、汚水タンク20リッターです。すぐ上に電子レンジがあって、冷蔵庫は88リッターの大容量です。窓なんですけど、この一番大きいところはソファーのところにあります。こんな感じで網戸、そしてシェード機能もあります。で、窓を開けるのはこれ横開きの片面だけですね。で、アクリル二重窓で断熱に強いです。で、先ほど紹介したギャレーの窓とマルチルームの窓、あとはリアベッドの上段にも窓があります。バンクベッドにも小窓が2つあります。で、キャブコンで一番の売りのこのボディ断熱なんですけど、こちらは FRP サンドイッチパネルボディといって 35mm の厚さあります。こちらボディ断熱切り取ったサンプルなんですけど、 FRP パネルに中にぎっしり断熱材が入ってます。で、中がこれ木ですかね、内側になります。こんな感じで挟まれています。こんなに分厚い断熱なら夏場のエアコンもよく効きそうです。あとは遮音性気になりますね。こちらは実際に後で車中泊に行ってみて体感したいと思います。スイッチパネルなんですけど、まずここ電源位置、これインバーターつきます。 AC コンセントが6箇所あります。リアの2段ベッドにも上と下で、助手席すぐ後ろ、テーブルの下、これはスマホの充電とかで便利そうですね。あとはエアコンや電子レンジはもうすでにつながっています。あとはマルチルーム、そしてルーフベント、水道ポンプで室内照明です。で、照明は直接こうやってタッチしても消せます。このちっちゃいおしゃれなやつもそうですね。これで消せます。で、横にはサブバッテリーの電圧計で、ソファーの後ろになるんですけど、ここに FF ヒーターのつまみがあります。で、収納なんですけど、まずはこのソファーの上、ここに大きめのやつが3つあります。結構大きいんで、いろいろ食器とか置けそうですね。そしてギャレー上部、こちらも食品などが置けるスペースあります。で、その下、こちらに引き出しがあって、で、これは収納ではありません。後でベッド展開するときに使います。タンクの横、結構スペースありますんで、ここもたくさん置けそうです。あとはリアベッドの下、ここが大容量です。これ外につながってます。キャンプ用品とか良さそうですね。この何気に照明ついてるのすごいありがたいですね。リアのバケツドアとつながっています。リアベッドの上部にここも簡単な収納があります。あとは最初に紹介したこの入り口の下駄箱ですね。それではベッド展開しています。このソファーベッドとリアの2段ベッド、バンクベッドになります。ソファーベッドの展開は、まずこのレバーを敷いてテーブルをずらします。そしてこのもう一個レバーあるんですけど、これを下に解除します。そして体重をかけると下に下がります。この状態でまたレバーをロックします。
でこの背もたれですね、こちらを引いてはめます。そしてバンクベッドにあるこのソファーマットをはめていきます。最後このマットなんですけど、仕掛けがあります。このギャレーの取ってこれを引きます。そうすると台が出現します。はい。でここにはめて完成です。これで長さ 2020mm で横幅 1326mm のベッドが完成しました。セミダブルぐらいありますんで、大人2人は余裕で眠れると思います。でバンクベッドは跳ね上げ式、これ簡単です。もうこれで OK です。横幅が 1888mm、長さが 1775mm の3人眠れる巨大なベッドです。でこれすごいいいなと思ったのが、高さ結構あるんで圧迫感はありません。リアの2段ベッドなんですけど、こちら長さが 1888mm、横幅が 650mm です。高さもまあまあ確保されています。この照明がおしゃれですね。自分だったらこの下で眠ると思います。もう常設ベッドなんで、布団は敷いたままですぐ上がれますんで、もうこっち側でお酒飲んでご飯食べて、そのままベッドインができます。それでは新型 B カムで走ってみます。街乗りでの乗り心地、パワーはどうでしょうか。今日は一般道を走行し、明日高速道路を走ります。今日帰ってきたら一日旅行く触ってみて感じたメリットデメリットをお伝えします。夜になって日が落ちたんで、ちょっとライトをつけてみます。おお、やっぱりかっこいいですね。このポジションランプの LED、 そしてヘッドライトが暗闇でも視認性が良く、前方も明るいんで夜中は運転しやすそうです。それでは安全運転で行ってきます。新型 B カム初走行動画です。はい、ファーストインプレッションなんですけど、これ驚愕の乗り心地です。ちょっとまだ半信半疑なんで、後でもうちょっと検証してからしっかり話します。まずはこれ視認性ですよね。窓も広いし、運転席も高いし、もうフロントやサイド全て見渡せます。運転していて気持ちいいです。で今は広い道路なんですけど、先ほど結構狭い道路通りました。で車幅が2メートルないんで全然問題なく運転できました。高さはあるんですけど、横幅長さはないので運転はしやすいです。加速なんですけど、この街乗り機ではスムーズにトルクフルに走行してくれます。さすがディーゼルターボですね。もう一般の車乗用車に全然ついていけます。これだったら坂道も問題ないと思います。ただ結構埼玉県平らな道が多いんですよね。もし上りがあったらまたチェックしてみます。今信号待ちなんですけど、ブレーキ踏んでません。もう離してます。これほんと楽ですね。で次走り出す時もブレーキをもう一回踏むかアクセルを踏むともう進んでくれます。はい、じゃあブレーキもう一回踏みます。これでもう動いてくれます。これは異次元の快適さですね。キャンピングカーとは思いません。はい、次左折します。現在30キロです。ほとんどロールしないですね。なんかスムーズに曲がってくれます。あのぐらいの R90 度だったら30キロでもロールするんですけどね。かなり抑えられていたと思います。専用のリアのスタビライザーが効いてるんでしょうね。ブレーキもよく止まってくれます。乗り心地なんですけどめちゃくちゃいいです。びっくりしました。最初良かったんでどうかなと思って30分ぐらい乗ってみたんですけど、いいです。専用のショックアブソーバーとリーフスプリングが道路の段差をきれいに吸収してくれて、この運転席は快適なドライブが楽しめてます。結構なガタガタ道も走って、通常のキャンピングカーならこれガタンガタンするなって構えてるところも、あれこんなもんかっていう感じでいなしてくれてます。いや本当乗用車に近いですね。この急速オートマについてなんですけど、意外とシフトショックはあります。デュアルクラッチトランスミッションということで、マニュアル車と同じようなダイレクト感があります。シュートダウンするときもブレーキを踏んでいくとブリッピングしてブーンブーンという感じでシュートダウンしていってくれます。なんか踏んだら踏んだ分だけ進んでくれるんで走っていて楽しいです。ある程度のシフトショックはあるんですけど、自分は結構好きです。この新型 B カムになる前のモデルも乗ったことあるんですけど、確か5速だったと思います。それに比べると全然滑らかです。フィアット・デュカトも
急速だったと思うんですけど、それに比べるとシフトショックはやっぱり感じます。日常使いを想定してスーパーに止めてみます。はい、じゃあここのスーパー入ってみます。じゃあバックで止めてみます。このルームミラーはよく見えるんですけど、このナビの方はバックの画面は映っていません。このデジタルルームミラーは見やすいんでギリギリまで線寄せれます。はい、無事駐車完了しました。後ろギリギリまで寄せて前ちょうどぐらいです。横幅もこちら線の上合わせて、こちらも線ぐらいなんでぴったり収まりました。こういった大型スーパーなどの駐車場は問題なく止められます。隣との車が二重の線のところですね。ここは問題ないと思います。もう本当に狭い線1本しかないところは隣に車がいたら出られないかもしれません。それでは一旦スーパーで今日車中泊しますんで、食材だけ買ってまたすぐに戻ってきます。冷蔵庫はあらかじめ冷やしておきました。わ、ここの位置すごい便利ですね。車の中に入らなくても冷蔵庫の出し入れが可能です。それでは今日一日新型キャンピングカータビークス触ってみて乗ってみて感じたメリットデメリットをお伝えします。先に言っておくと、デメリットが本当に少なかったです。唯一あったのがこの普通免許で乗れないですね。これ最初から分かってたんですけど、今免許取られる方で普通免許では乗れません。中型免許がいります。自分もそうなんですけど、昔に免許取った方は乗れます。この辺は注意が必要なんでデメリットに入れさせてもらいました。このサイドの一番後ろ、これ外部収納、自分のキャンピングカーだとあるんですけど、このタビークスも外部収納かなと思って開けてみました。そうすると何もありません。なんか DIY で作れそうな感じもないことはないんですけど、やっぱり1000万超えのキャンピングカーなんで、ここもこだわってほしかったなと思いました。最近納期を早めるために外部収納をあえて使わないキャンピングカービルダーさんも増えてきました。どうしても欲しい場合は問い合わせした方がいいかもしれないですね。次、車内でのデメリットになるんですけど、このリアの常設ベッド、上と下両方とも幅が65センチです。長さは190センチ近くあるので問題ないと思うんですけど、足元は狭くて大丈夫なんですけど、上半身だけこっち側に広く幅になってたら全然違うと思います。ただ幅を広げちゃうとこっち側がキッチンが狭くなってしまうので、それも一長一短あります。今日は実際にこの幅65センチで寝てみて体感します。次はメリットなんですけど、このサブバッテリーですね。自己ヒーター付き超大容量バッテリーが標準はすごいです。リチウムバッテリー標準は最近はそんなに珍しくないんですけど、この寒冷地仕様自己ヒーター付きはなかなかありません。しかも 12V ではなくて 24V なんで様々な恩恵があります。12V に比べると電力のロスや発熱が少ないようです。このキャンピングカーの売りの走行充電ですね。こちらは電力減ってからまた明日実際に検証します。次はこのキャンピングカーの許容重量が明記されていて、しかもたくさん荷物を載せれます。なんと 1065kg 載せれます。1トン超えです。こちらの車の実質許容重量は 5150kg。そこに車両総重量、車の重さプラス人の重さ7名分合計 4085kg を引くと 1065kg まで荷物を載せれることになります。キャンピングカーはいろんなものが乗ってます。で、乗せすぎると走行性能が落ちたり事故につながります。こうやってメーカーさんが明記してくれるとユーザーは安心ですね。これは全キャンピングカーが明記してほしいです。ビルダーさんよろしくお願いします。はい、ちょっと場所を移動しました。で、最後のメリットは走行性能です。もうこれは打ち切りで良かったです。今日は街乗りだけだったんですけど、乗り心地はキャブコンの中では最上位じゃないでしょうか。足回り何十万何百万円とかけたような乗り心地が最初から味わえます。道路の大きい凹凸もしっかり吸収してくれて全くガタンガタンしません。キャンピングカー専用に開発されたショックアブソーバーとリーフスプリングのおかげで乗用車のようでした。あと今回の街乗りではこのブレーキホールド機能が神機能でした。キャブコンのベース車両カムロードや B カムはブレーキをしっかり踏んでおかないと前に進むので疲れるんですよね。前に進む力が強いので長時間の信号が続くとしんどいです。でもその必要がないだけでこんなにも快適にドライブできるんですね。早く旅に出たくなりました。
あとはこのオートクルーズですね。今から旅に行って高速道路も乗って確かめます。高速道路では上り坂も体感します。今から行く車中泊旅は2泊3日過ごします。初日はリアベッドで寝て、2日目はバンクベッドに寝て寝心地を確かめます。ここで車中飯も作って洗い物もしてみて実用性も確かめます。この新型キャンピングカータビークス気になった方は2月に行われるジャパンキャンピングカーショーで展示されます。実際に中も入りますので行ってみてください。ちなみに納期は1年ぐらいだそうです。それではご視聴ありがとうございました。今回も余ってもしょうがないんで入れてきます。発売前の新型キャンピングカーで車中旅に行ってきます。名前はキャンパー鹿児島タビークスです。ベース車両が新型ビーカムです。いすゞの L がベースの新型ビーカムは全車速車間オートクルーズが搭載された待望のキャンピングカー専用のベース車両です。いやー、これをどれだけ待ったか。普通車では当たり前になってきたオートクルーズですが、キャンピングカーではまだまだ浸透していません。キャンピングカーほどオートクルーズが必要な車はないんじゃないでしょうか。発売をずっと待っていました。乗るのが夢でした。今回の旅は2泊3日。1日目、今日は一般道のみの車中旅。明日のお昼はオンラインの打ち合わせなどキャンピングカーでリモートワーク。その後、高速道路旅に行き、このタビークスのオートクルーズを試します。車内で気になるのはベッドの寝心地。今日はリアのベッド、明日はバンクベッドで寝ます。そしてこのボディ断熱の遮音性と断熱性も体感します。今日と明日はかなり冷えます。サービスエリアはエンジンの音が結構うるさいんで、遮音性を体感するにはぴったりです。個人的に一番気になっているのがこの下にあるサブバッテリーの走行充電です。この新型ビーカムの走行充電は超大容量で超強力なんです。本当にたくさん充電してくれるのか検証します。今回の車中旅は遊びに仕事に防災にといろいろ仮装しながら使ってみます。もう車中アイテムの方は積み込み終わりました。このマルチルームにこういった大きめのフライパンなどを置いてます。上部収納もたくさんあるんですけど、今回はリアベッドの2段目に全部置いてます。ここ取りやすいんですよね。キッチン用品や食材、着替えなども置いてます。食材は先ほどスーパーでたくさん購入しました。これで2泊3日持つと思います。冷蔵庫の上、ここが結構大きい台のスペースがあります。なのでパソコンとか仕事用のものを置いておきます。調理スペースはこちらで水も汲んでます。毛布や布団はもうベッドに敷いています。なのでもうご飯食べて眠たくなったらすぐに眠れる最高のレイアウトです。それでは早速出発します。安全運転で行ってきます。と思ったんですけど、ガソリンないですね。ガソリンメーターも1です。で、アドブルーはメモリ2です。エネオスありましたんで、ここで満タンにします。電動パーキングなんで自動でかかります。ディーゼルエンジンなんで軽油で、給油口はこの中です。43リッター入りました。今回燃費なんですけど計算しません。というのもエフフィーター2日間結構使えますんで、正確な燃費がわからないと思います。ちなみにカタログ値では1リッターあたり 11.8 キロ走行します。現在夜の11時40分です。結構遅かったんで今日はもうどこも行かずに近くの道の駅に行って寝ます。明日朝早く起きていろいろ行きたいと思います。このベース車両の新型ビーカムは専用の足回りが装備されていてかなり強化されています。専用のショックアブソーバー、専用のリーフスプリングなので乗り心地は最上級です。さっきガソリンスタンド出る時の段差ショックもあまりなく快適でした。凸凹した道も乗用車のように快適です。
エンジンはディーゼルターボなんで、街乗りはトルクフルでスイスイ進んでくれます。もうほんの少し踏むだけで法定速度に達します。明日の高速道路が楽しみです。途半車線もぐんぐん登ってくれると思います。ここの道の駅の駐車場、ラインが一歩のとこですね。ちょっと狭そうです。走り止めます。はい、駐車完了しました。この前はみ出ないように止めました。そうすると後ろのタイヤはちょうど輪止めまで来ましたね。で、ギリギリ出てない感じになります。この駐車場の線が1本しかないんで、もうできるだけこっちに押しました。で、こんだけ今空いてます。反対側はもう橋何もないんで、この線の上ぐらいまで寄せました。そんなに混んでなければ道の駅でも問題なく駐車できます。この辺は横幅2メーター以下、全長5メーター以下のキャブコンの大きなメリットですね。今回フロントウィンドウとサイドウィンドウのシェードはないので、もうこのままにしておきます。で、ここ iPad 置いてるんですけど、こんな感じでスマホなど置けます。これ結構便利です。運転席すぐ上と助手席すぐ上にこういった収納あります。これも使い勝手良さそうですね。それでは後ろに行ってくつろぎます。現在の外気温なんですけど 0.1 度、車内は 19.7 度、あったかいです。外はかなり寒いです。まだまだ温度下がってきますんで、朝方は氷点下に入っていると思います。バッテリーの残量なんですけど、こちらアプリで見れます。 92% です。現在夜の1時です。車中飯作ろうと思ってたんですけど、もう明日の朝作ります。それではパジャマに着替えて寝る準備していきます。リアのベッドなんですけど、布団の下に毛布、そしてこういった薄めの敷布団で、あとはこの純正のマットです。マット結構分厚いんでそんなに痛くないと思います。エアウィーヒーターつけて寝たいんですけど、かなり乾燥しますんで、もう切っておきます。やっぱりあれですね、こうやって寝てみると横幅がそんなに広くないんで寝返りは打てないですね。これ明日の朝どうなってるでしょうか。ここすぐ横にある照明、これはすごい優しくていいですね。なんかぐっすり眠れそうです。足元にももう一つあります。でしかもこの照明はこの手元でこんな感じで消すこともできます。こうやって手元で消せる独立したスイッチの照明は眠たくなったらもうすぐ眠れるんでありがたいんですよね。それではおやすみなさい。おはようございます。いや、ぐっすり眠れました。寝心地なんですけど、この下のマット結構分厚いんで、やっぱり背中が痛くならずに快適に眠れました。気になっていた横幅なんですけど、やはり寝返りはできませんでした。ただ今回ですね、この毛布にくるまっていたんで、なんか包まれているような感じですごいぐっすり眠れました。でもやっぱりこの幅は人を選ぶと思います。結構大柄な男性だったら本当に身動きができないような感じになってしまうかもしれません。この辺は実際に横になってみらないとわからないなと思いました。うわ、気持ちいいな。窓が大きいんですごい新鮮な空気が車内に入ってきます。で、なんかずっと工事したいみたいなんで、ここの道の駅で朝ごはんいただこうかなと思ったんですけど、近くに河川敷あるみたいなんで
そちらに行って朝ごはんいただきます。それでは電動パーキングをオフにします。で、オートホールド機能、ブレーキホールド機能はオンにしておきます。それでは安全運転で再出発します。いやー、今日は快晴でめちゃくちゃ気持ちいいです。いいとこありました。ここで朝ごはんいただきます。すぐ横は利根川が流れています。誰もいない場所です。かなり静かでいい環境なんで、ここでご飯食べた後リモートワークもここでします。それではタビークスで初めて車中飯作ってみます。今回はホットプレート持ってきました。ホットプレートってなんかテンション上がりますよね。冷蔵庫に鮭ありますんで、そちら焼いて和風の朝ごはんにします。ご飯はもうレトルトをチンします。この電源位置がインバーターになります。これで AC コンセントと電子レンジが使えるようになります。お味噌汁もインスタントできます。お湯はこちらのケトルで沸かしていきます。ここの位置やっぱり便利ですね。ホットプレートは鮭焼いて結構汚れますんで、汚れ防止でフライパン用アルミホイル敷いておきます。今回も余ってもしょうがないんで2個入れてきます。じゃあ軽く2しずつ窓開けて換気します。標準装備のマックスファンがありますんで、こちらも使用して空気を排出します。はい、じゃあルーフベントスイッチを押します。そして蓋を開けます。電源を入れます。今回はこのマックスファンは排出ではなくて吸気にします。で、吸気にしてこっちから空気を排出します。この焼き魚の匂いは車内に残らないと思います。この配置完璧ですね。鮭って意外と匂い残りますんで、後で車内に匂い残ってないか検証します。レタスも少しいただきます。容量が88リッターと大容量なんで何でも入れておきます。やっぱり朝は焼き鮭ですね。それではいただきます。ごちそうさまでした。いや、お腹いっぱいになりました。美味しかったです。それでは洗い物など片付けしてパソコン作業していきます。今回このタビークスのシンクをフル活用して使い心地確かめたかったので、今日のお皿にはラップなど汚れ防止はしていません。洗剤泡スプレーとスポンジ持ってきましたので、こちらで洗っていきます。はい、洗い物完了しました。いや、冬場はほんとこのタンクの水が冷たくてすごい手が痛いです。洗っていてなんですけど、こちら蛇口が上に上がります。なので結構大きなものも洗えました。このぐらいの食器ならもう一気に洗えます。家族とか2人分3人分になってくると2回に分けた方がいいかもしれません。今日の予定なんですけど、ここでパソコン作業をします。そしてその後オンライン打ち合わせもここでします。お昼ご飯食べて、しばらくまたパソコン作業して、だいたい半日ぐらいですかね、ここでリモートワークします。オフィスとしてどのぐらい快適に過ごせるのか試した後、夕方ぐらいに高速道路に乗ってまた旅に出ます。はい、それではしばらく作業に専念します。全部タイトルは、翻訳してで全部テラピフルテラピーなんですけど、それも翻訳してっていうのが
キャンピングカーの中で試したいことがあります。最近自分週2回筋トレをするようにしています。今日はこのキャンピングカーの中で腹筋、背筋、スクワット、筋トレの王道3つをできるか試してみます。はい、できましたね。ちょっと狭かったんですけど、ここ一人寝っ転べます。天井はかなり高くて、立ってもまだ余裕ありますんで、全然問題なくスクワットできました。そういえば、朝焼いたシャゲの匂い、現在車内で匂いしません。このマックスファンと窓の組み合わせなら、車内調理も問題なさそうです。はい、日も暮れてきたんで、再出発します。高速道路走行で走行充電確かめたかったんですけど、なんと 95%、たくさん電気使ったつもりなんですけど、ソーラーパネル設置されてるんで、全然電気減りませんでした。今日の夜たくさん電気使って、夜はソーラーパネル充電されませんので、明日の朝また走行充電検証します。高速道路でオートクルーズを試します。で、取説読んでると、ここのモードっていうのがあるんですけど、これを押すとオートクルーズに入るようです。ここを押していくと、出ましたね。車間クルーズモード。で、一定の速度で走っていて、例えば80キロで走っていたら、ここのセットボタンを押すと、その速度でオートクルーズに入ります。オートクルーズも一定の速度を走るクルーズと、前の車についていくクルーズモード2種類あるようです。そしてこの横、ここに車間距離を決めれるボタンがあります。これを押していくと狭くなって、こっちが押すと車間距離が空きます。画面右上、こちらに見えています。これで車間距離を調整できるようです。ちょっと実際に走ってみないと分かんないですね。走りながら確かめていきます。はい、じゃあ安全運転で再出発します。まもなく高速道路の入り口があります。ここ埼玉県から茨城県まで行ってみます。初めての高速道路、この新型 B カム車両の半自動運転、どのぐらい疲労が軽減されるんでしょうか。もう楽しみでワクワクです。じゃあ合流します。はい、無事スムーズに合流できました。この辺はディーゼルターボ、最大出力150馬力、375ニュートンということで余裕のパワーでした。急速 AT なのでシュートアップの時に小刻みにシュートアップしてくれました。そこまでシュートショックもなくスムーズでした。ただ結構踏み込んでエンジンの回転数が上がると車内はエンジン音が響きました。巡航速度になってアクセルを少し戻してあげるとすごい静かになります。はい、現在80キロで巡航しています。それではオートクルーズ早速試してみます。まずはモードを押します。そうするとモニターに車間クルーズモードと表示されました。で、ここでセットボタンを押します。そうすると現在走っている速度でセットされます。現在は81キロです。で、プラスマイナスボタンあるんですけど、そこを押すとスピードが変わっていきます。1キロ単位で変わっていって、長押しすると5キロ単位で変わってきます。現在前に車がいてないんで、前の車に追従することはできないんですけど、車間ボタンありますので、ここを押すと前に車がいるとき車間距離調整できます。オートクルーズ解除方法はブレーキを踏むかキャンセルボタンを押すと解除されます。で、またこのレースボタンっていうのがありますんで、ここを押すとさっきの設定した速度にまた戻って巡航してくれます。現在アクセルペダルから足を離して巡航しています。車間クルーズモードは前に車がいるときは速度調整も自動で行ってくれます。なんやったらこれも止まってくれるそうです。前の車、例えば渋滞などで止まっていたら自動的にブレーキが働いて停止まで行われるようです。今回の旅で渋滞ないと思うんですけど、もしあったら試してみたいですね。いやー、しかし今までの運転は何やったらってぐらいめちゃくちゃ楽です。現在走行しているところは橋の上で両サイド壁はなく、風を遮るものはありません。横風結構当たっています。風速は不明ですが車体はかなり安定しています。片側1車線で反対車線のトラックとすれ違うとき少しだけ揺れましたが、すぐに元に戻る感じでした。また明日の朝風強かったら体感しお伝えします。はい、今ですね、前の車来ました。なんで今前の車に車間ある程度を取って通常しています。車間距離の設定は一番遠い設定です。体感としてはそんなに遠いとは思いません。一回一番短くしてみます。じゃあ車間距離ボタン、こちらを一番短くします。結構近いですね。前の車が急に止まったらこちらは止まれるか不安な距離です。街乗りだったらこのぐらいがちょうどいいかなといった距離感です。はい、また再び車間距離一番遠くにしました。このぐらいがいいですね。人によってはまだ近いと思う人もいると思います。
特にキャンピングカーは制動距離が長いので注意が必要ですね。なんかね、先から前の車がなんか速度遅くなったり速くなったり、結構あんまり一定じゃないんですよね。でこういう時って一車線の時結構アクセル操作めんどくさいですよね。でもこの車間オートクルーズなら全くめんどくさくないです。むしろ一定に走る労力と変わらないのでストレスも軽減されます。はい、サービスエリア到着しました。かなり大型のサービスエリアでスタバもあります。駐車スペースなんですけど、すぐ後ろが大型トラックになってます。なので結構エンジンつけて休まれてますんで、エンジン音は聞こえます。なので今日はここで車中泊してみて、ボディの遮音性を体感してみます。ドアを閉めると騒音はかなり低くなりました。この iPad のアプリのスペクトラムアナライザー、騒音を何デシベルか分かります。一旦このテーブルの上で何デシベルあるか計測します。61デシベルでした。結構低いと思います。周りのエンジン音は聞こえないわけではないんですけど、もう全然我慢できるで、自分だったら熟成できると思います。遮音性が高いのはこの断熱ボディ、これサンプルなんですけど、こんなに分厚いんですよね。これが中が断熱材、そして外側が FRP パネルで、中はこれ木ですかね。こんなに分厚いんで遮音性も高いし、断熱性も家のようにあります。それでは車内の車中泊のセッティングしていきます。ここの運転席との間の仕切りカーテンはもうずっとつけたままです。入り口の遮光カーテンだけ取り付けておきます。さあ、もうこれだけで OK ですね。めちゃくちゃ簡単です。今日はバンクベッドに寝ますんで、昨日寝たリアベッドの布団をバンクに移動しておきます。バンクベッドは跳ね上げ式で、これを下ろすと完成です。バンクベッドは横幅 1888mm、奥行き 1775mm です。これバンクへの上がり方なんですけど、この台ですかね、これかなりしっかりしてますんで、ここに足乗っけて上がっています。このテーブルも真ん中ら辺だったら踏んでもいけそうですね。結構足上げないとダメですね。かなり広いです。自分身長170なんですけど、足伸ばしてもこの縦方向っていうんですかね、これでも眠れます。ただその場合は頭が結構ギリギリですね。横はちょうどですね。足がかかとの下がつきます。で、頭もぴったりつくかつかないかぐらいです。じゃあ今日はこの方向ですかね。ちょっと足が軽くつくかつかないかぐらいで、頭はこんな感じでちょっと不安ですね。この斜めで寝てみます。これだったらつま先伸ばしても全然当たらないし、こっち側の頭もこのぐらい距離があってかなりゆったり寝れます。はい、じゃあ敷布団を敷いて、その上に毛布、そして布団と枕です。はい、バンクベッドの寝床は完成しました。かなり広いですね。斜めならこのキャンピングカーの中で一番広いベッドになります。しかも小窓が2つありますんで、朝は朝日が入って気持ちよさそうです。まだ寝ませんので、一旦跳ね上げてまた寝るときにベッド戻りします。現在車内の温度は 17.3 度、ちょっとひんやりしますんでエアヒーターつけておきます。お腹も空いたんで車中飯にします。今日はこのテーブルでこのホットプレートを使って巨大餃子作ります。これまだ作ったことないんですけど、今日は試してみます。この餃子の皮、こちらをフライパンホットプレート一面に敷きます。でその上に鶏団子とニラ、ネギをジップロックなどで入れて混ぜて上に置きます。でその上にまた餃子を置いて蒸し焼きにしてみます。果たしてうまくいくでしょうか。まずは具材、中のあんを作っていきます。
とはアルミホイルで蓋して蒸し焼きにします。一旦出して蓋してこのまま裏返します。ほい。わ、めちゃくちゃ美味しそうです。それでは餃子のタレでいただきます。ごちそうさまでした。いやー美味しかったです。しかしこのミニホットプレート、車中泊に一つ持ってきたら何とでもなりますね。しかも消費電力も少ないんで長時間使用可能です。やっぱり窓開けて換気していたら FF ヒーターつけても中は寒くなりますね。現在の外気温は 4.9 度下がってきました。今からまだまだ下がっていくと思います。少しだけ洗い物ありますんで片付けていきます。で、こういった汚れついてるやつは先ウエットティッシュである程度汚れ取っておきます。さあしばらくゆっくりします。しかし夜になるとこのキャンピングカーはぐっと雰囲気が良くなります。完全照明がすごいいい感じですよね。このスポットライトもすごい優しくてあらゆるところに設置されています。このキャンピングカーが家にあれば駐車場でお酒飲むだけでも楽しそう。あ、バンクは結構寒いですね。かなりひんやりします。跳ね上げ式なんでこれがあったかい空気いかないようになってたんですね。さあそれではもう歯磨きして着替えて、あとはバンクベッドでゆっくりします。今日なんですけど電気つけて寝たいと思います。というのもバッテリー残量がたくさん電気使ったにもかかわらずまだ 76% あります。そして日が昇ってくるとこの強力なソーラーパネル積んでますんで、また充電されて走行充電が検証できなくなります。どうせなんでこのインバーターもつけておきます。FF ヒーターも今日はつけておきます。インバーターは AC コンセント使えるようになるんですけど、もう AC コンセントでなんか刺さなくてもつけてるだけで結構電気が消費します。それではバンクに上がります。このバンクがね上がるときがどこを踏み台にしたらいいのかちょっと分かりにくいですね。これだけやったらねなかなか上がれなくて、でテーブルに足を置くとすごい上がりやすいです。なんかこの秘密基地感すごいいいですね。でバンクベッドにもこの照明があります。これも手元で消せます。反対側にも合計2箇所ありますんで寝る前の読書も可能です。シェードは閉めておきます。でバンクベッドのマットなんですけど、昨日寝たリアベッドのマットより厚みが少し少ないようです。ちょっと薄いですね。多分この天井の高さ圧迫しないように薄くしたんだと思います。おかげで全然上は圧迫感ありません。薄くなったことによって寝心地が悪くなってるかもしれません。また明日の朝どうだったかお伝えします。あ、ここにもホックがあります。この端にもあって3個止めれますんで、ここは遮光カーテンで閉めれるようです。さあ楽しかった2泊3日の旅育成の車中旅、もう明日で終わりです。ベース車両の新型ビーカムかなり良かったんですけど、少し気になる点もありました。この車内もかなり完璧なんですけど、ちょっと思うとこもありました。なので明日の朝埼玉県に戻ったら実際に車中泊してみて感じたメリットデメリットもお伝えします。それではおやすみなさい。おはようございます。ぐっすり眠れました。FF ヒーターつけっぱなしだったんで結構乾燥しましたがあったかかったです。この上から見るサービスエリアも
なかなかいいですね。あ、ここなんか溝みたいになってますね。これスマホとか収納できるようになってます。モバイルバッテリーもこんな感じで入れられます。適当に置いちゃうとこういうものって朝なくなってたりするんで、これはありがたいですね。寝心地なんですけど、やっぱりちょっと薄い分硬かったかなという感じはしました。ただ今回下に敷いたのがすごい薄かったんで、もうちょっと分厚いものにしたら問題ないと思います。一瞬でバンクベッド片付くのはこの寝起きにはありがたいです。サブバッテリーの残量なんですけど、現在 59%、 結構減りましたね。これだけ減れば走行充電がどのぐらい充電されるのか確かめられます。まだ朝が早くて曇りなんで、ソーラーパネルからはあまり充電されてないようです。今のうちにパパッと着替えて朝食もパパッと済まして走行します。朝ごはんなんですけど、イングリッシュマフィンありますんで、このホットプレートで焼きながら横でスクランブルエッグ作ってスクランブルエッグサンドをいただきます。いただきます。ごちそうさまでした。はい、じゃあこれで片付け OK ですと思ったんですけど、イングリッシュマフィンの粉が結構ついてました。もうウエットティッシュで拭いておきます。帰りで確かめたいのが走行充電で、もう一つ気になるのはこの専用のスタビライザー、ロールを抑える装置がついてます。街乗りではあまりロールを感じませんでした。高速域ではどうでしょうか。そちらも体感します。現在走行する前 57%、 そしてバッテリーは現在 6A 入力されています。冷蔵庫が電源つけているのと、あとは屋根にソーラーパネルが乗ってるんですけど、ちょっと朝日出てきましたね。ちょっと早めに走行します。なので 6A 引けばだいたい走行充電の入力数が分かると思います。じゃあ一旦走行しない状態でエンジンだけかけてみます。エンジンだけがかかっている状態で現在 27.4A で 6A 引いて現在のバッテリーが 26.80V なんで 573W 入力されています。まあまあいいですね。これが走行してどのぐらい増えるか楽しみです。はい、じゃあここのスマホ置きみたいなところに置いておきます。これで運転中スマホを操作せずに目視できます。それでは安全運転で行ってきます。現在約70キロで日陰を走行しています。ソーラー充電はほとんどない状態で、走行充電の発電量が 12A と少ないですね。高速道路のジャンクションに入りました。きつめのコーナリングです。現在約40キロです。地面に張り付くようにスムーズに曲がってくれています。左側に傾くようなロールは感じません。40キロでしたら高速ジャンクションは問題ありません。間違えて高速道路を降りちゃいました。今40キロで市街地走行しています。走行充電なんですけど、新たな発見がありました。加速するときエンジンの回転数上がると思うんですけど、その時発電量上がりません。意外だったのが、アクセルペダルから足を離してエンジンブレーキが効いている時、一気に発電量が上がりました。なんと 70A 近く上がっていました。この辺はもうちょっと走行して検証してみます。埼玉県到着しました。それではこの車をお借りしたキャンピングカービルダー日本特殊ボディさんに戻ります。到着したら今回の旅で気になること、メリットデメリットをお伝えします。戻ってまいりました。スタートの地、日本特殊ボディさんです。なんとこれが新型ビーカムタビークスのベース車両です。シェルつく前こんな感じなんですね。なかなか貴重な映像だと思います。それでは2泊3日実際の車食旅で感じたメリットデメリットをお伝えします。期待していた新型ビーカムの発電量がいまいちでした。スタート前がバッテリー 57% で、現在1時間走行して 70% なんで 13% 増えました。これ 24V なんで 12V バッテリーなら倍の 26% 増えていることになります。カタログ時では 24V 90A 発電されるんですけど、一般道巡行、高速道路巡行ではだいたい 12A から 18A くらいでした。加速の時はなんとマイナス 6A くらいでした。これはもしかしたらこの新型ビーカム電子ターボなんで、加速するときに
電気をたくさん使うかもしれません。最高で 70A 近く出てました。ただその時はですね、巡航していてアクセルオフにした時でした。70A 発電されると 24V なんで 1680W も発電されていることになります。家庭用コンセントが 1500W なんで、それを超える発電量になります。このぐらい出ればカタログ値に近いんで満足できるんですけど、やっぱりアクセルオフではなくて巡航の時に出てほしいですよね。アクセルオフの割合っていうのはそんなに多くないですよね。アイドリングや巡航中にこのぐらい出てほしいですね。オルタネーターの発電量はかなりあるので、どこかで制御されていると思います。で、途中エコモードオフにしてみました。ただそれでも変わりませんでした。この車両はプロトタイプなので、製品版は改良されていることを期待したいと思います。後で日本特殊ボディさんに事実を伝えてお願いしておきます。この車内なんですけど、運転席、ここの荷物がちょっと取りにくかったです。この、なんですかね、この車高カーテンがありまして、これをホック外して取るんですけど、これでも取れません。なので、このシートを外して、運転席側の荷物を取ることになります。自分は結構助手席に荷物を置いてますんで、車着時に、荷物忘れてたみたいな感じで取りに帰るんですけど、毎回出て取ってました。やはり中から取れた方が便利ですよね。ただもう少人数なら、こんな感じで背もたれは簡単に取れますんで、もう外しておくのもいいかもしれません。こんな感じで背もたれつけると結構壁みたいな感じになりますんで、後ろに家族が乗っていて、この運転席の会話が少し聞き取りづらいと思います。このキャンピングカーは本当にデメリットが少ないんですけど、ちょっと細かいのを言います。で、次はバンクベッド2つ続きます。上に上がるときちょっと踏み場が難しかったです。ここのソファーに乗ってこっちに行くのが一番行きやすいと思うんですけど、こうやって見ていただいたら分かると思うんですけど、こんな感じでつらい石みたいになってるんですね、ソファーと。なんで足をかけるとちょっと状態がのけぞる感じになります。かといってこのままこっちに足乗せようと思うとかなり上げないといけません。こっちのテーブルに足を乗せれば上がりやすいんですけど、真ん中あたりが一番安定します。端はね、ちょっと危ないんでやめた方がいいと思います。ただご飯食べた後のテーブルなんで抵抗ある方もいてるかもしれません。このダイネートソファーをベッド展開するときに、フルフラットするときにこのクッションが必要になるんですけど、これがね、かなり大きいです。普段はこのバンクベッドにこんな感じで収めていくと思うんですけど、ちょっと長さがあるんで、このままだったらしまえないので、こんな感じ横にします。で、これだったら閉まります。ただこうなると結構デッドスペースできますよね。荷物置き場として使いにくくなります、バンクベッドが。かといってこのリアベッドには入りませんでした。で、マルチルームは入りました。ただマルチルームせっかくあるのに荷物で潰すの嫌ですよね。もうここのベッドを使わないか、もしくはもうフルフラットにしない方であれば、この延長マットはもう家に置いとくのがいいかもしれません。もしくは分割とか DIY でできればコンパクトになって奥にしまえると思います。次良かったところなんですけど、まずは冷蔵庫ですね。ここの位置ほんと使いやすかったです。買い物行ってから上がらずに出し入れできるので、何回か買い出ししたんですけど、すぐに出発できました。ただ外からは入れやすいんですけど、中からですね、開き方がこっちになりますんで、こんな感じになるんで、ここまで来ます。で、取る感じになります。なのでこの辺に物は何も置けなくなります。ここは入り口なんで何も置かないと思いますが、そこだけ少し気になりました。今回の旅で車内調理ガンガンしたんですけど、全く匂い残りませんでした。というのもこの MAX1 標準装備と、ここの窓の位置ですね。こっちじゃなくてこっちだったんで、ここで調理した時にすぐに匂いが出てきました。あと車中飯関連で言うと、こんな感じでテーブルがロック解除すると簡単に動きます。で、これもすごい使い勝手良かったです。次のメリットは何といっても走りの方です。乗り心地のロールがすごい良かったです。こっちの車両だったら中丸見えですね。これリアの方なんですけど、これが専用のショックアブソーバーバネですね。で、もう一個これリーフスプリング、これも専用の通称板バネと呼ばれるものです。ここにクッションみたいなのありますね。これで衝撃を和らげていると思います。リーフスプリングの後ろの方にもついています。この専用のショックアブソーバー、こちらはフロントにもついています。なんか体感ではですね、カムロードとかに100万円ぐらいのお金をかけて改良されたような乗り心地でした。
一般道、高速どちらも乗り心地よくガタンガタンしませんでした。またコーナーリング時のロール、左右の傾きですね、これも少なく快適にドライブできました。こちらはリアに専用のスタビライザーが付けられてます。これですね、この棒がスタビライザーです。スタビライザーはリアだけでフロントには付いてません。最後のメリットは何といってもオートクルーズですね。前の車に自動的についていってくれます。もう今までのキャンピングカーでの運転は何だったのかっていうぐらい快適です。前の車の認識の精度も問題なく、対向車が来ていても別に外れることはありませんでした。安心して高速道路ではアクセルをオフにできました。ただ気になる点がですね、車間クルーズモード、前の車に追従したとき、車間が一定しないときがありました。一番車間距離が遠い状態の設定で気がついたら近くになっている時がありました。そしてまた普通に戻ってました。追従していた前の車がいなくなると、その前の車にまた追従するんですけど、その時結構ブーンって加速するんですよね。一瞬ぶつかるんちゃうかなというぐらい加速していって、で急にブレーキで減速しました。この辺はもうちょっと滑らかになるように調整できたらいいなと思いました。もしかしたら何か設定とかでできるかもしれません。できなくてもこの辺はアップデートされて、もっと精度が上がって滑らかな加速になることを期待したいと思います。といっても他のメーカーに比べても全然問題ないレベルなので、自分は高速道路に乗ったらこのオートクルーズバンバン使うと思います。今回のタビークスレビュー車中泊でオートクルーズ付きのキャブコンを買うのが夢になりました。ガンガンキャンピングカーに乗れるのはあと20年ぐらいかもしれませんが、いつか夢を実現して半自動運転での車中泊旅を楽しみたいと思います。2月に行われるジャパンキャンピングカーショーで展示されますので、気になった方はぜひチェックしてみてください。それではご視聴ありがとうございました。